はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、エンジェルイヤーズオーディオと TFZ のコラボモデル、アテナです。この女神のロゴを見たら、ああ、TFZ だっていうぐらいインパクトあるね。女神シリーズだったのか。よく知らなかった。かなり売れたんだね。そうね。この女神シリーズがエンジェルイヤーズオーディオさんとのコラボで復活したのね。最初の製品アテナはって書いてあるから、これから女神シリーズがまた出てくるってことのようね。なるほど。それは楽しみだ。復活に際し、有限要素解析や無数のチューニングを施行して、新たな女神が誕生したわけだ。TFZ のモデルは以前3モデルまとめてレビューしたと思いますが、4年ほど前になるね。気になったら過去動画をチェックしてみてね。この3モデル、今回も比較で登場してもらうけど、波形を測定し直して、表示が当時より細かくなっているんで、イメージ多少違うけど、今の方が細部の違いが分かりやすいと思う。と言っても、以前のモデルはもうほとんど販売してないだろうけど。G2 ギャラクシーは Amazon で見かけたよ。あ、そうなんだ。それでは早速見ていきましょう。価格は129ドル、2万円前後ってとこだね。早期割引と他にも初回特典があるみたいだよ。狙ってる人は早めに買っといた方が良さそう。ロゴがゴールドとシルバーのフェイスプレートが各500本ずつの限定のようだね。外観はフェイスプレート側にロゴが入って女神シリーズ復活のシンボルね。円形のロゴ部分は貼り付けてあるようね。横から見ると少し立体的になってるわ。この部分に小さな穴が3つ、エアフロー調整用かな。ライブ3も同じ構造になっているみたい。音漏れチェックしたけど心配ないでしょう。サイズは一般的で重さも片側 5g ないから軽め。形状は G2G に一番似てるかな。反対側は中が透けて見えるわ。ドライバーが G2G より少し大きいような気がするんだけど。 T2G が 12mm の表記、結構大きめだったんだな。全然意識してなかった。アテナは 10mm ダイナミックドライバー X 搭載。ベリリウムコーティング振動板。チューニングとの絡みもあるけど、いかにもベリリウムコーティングって感じの高質な音かな。元気のいいなりで、声域はかなり明るく感じた。バンドルケーブルが本体のカラーと合わせてあって結構良さげじゃない？そうだね。送ってもらったのは 3.5mm だった。これで 4.4mm だったら最高なんだけど、今見る限り選択肢は 3.5mm だけみたい。リアーチップの波形比較はこんな感じでした。5キロあたりから上が結構出てますね。低域抑えてるようだし、広域重視モデルでいいの？そうなるね。バンドルイヤーチップ1だとさらに広域が強調される感じなんで、6キロあたりがバンドルイヤーチップ2の白の波形に近いリバイナスベルベットを使うことにしたよ。ああ、いつものやつね。他モデルとの比較はこの3モデルですよね。そう、波形比較はこうなってる。音調整の基準はこの波形比較を見て中間的なナンバー3、19th にしたよ。収録音の比較の印象はサウンドチェック内でコメントしてるんで、まず聞いてみよう。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。I just can't sleep, get lost in these moments, can't press repeat, gotta freeze it and hold it. I'm in so deep, as deep as the ocean. No, I just can't sleep, cause I'm lost in these moments. Na 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 na, lost in these moments. Na 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 na. Lost in these moments.
でした。収録音の比較についてはサウンドチェック内でコメントしているので割愛します。アテナの実機の主張の印象の前に比較3モデルの実機を改めて聞いてみてどうでしたか？結構前のモデルとはいえ今聞いてもいいね。特に T2G かナンバー3 19th が自分には合ってると思った。歌物なら T2G 優位な気もするけどナンバー3 19th で聞いても悪くない。この比較ではやっぱりバランス重視タイプを選んだってことですよね。まあそうなるかな。ライブ3は比較しなかったとしても低域の強さがよくわかるモデル。低域が強いミックスのアルバムには向かないなぁと思ったけど、80年代のフュージョンとか聞くとちょうど良かったりするので、ここは使い分けになるね。もう少し高域が出るといいんだけどなぁ。この3モデル、特に T2G、ナンバー3 19th はとても元気のいいサウンドなので TFZ らしいなぁと改めて思う。そういえばアテナとは結構音量差があったんだって？そう、数値的には上のようになってた。以前のモデルに比べ音が小さめに見えるだろうけど、以前のモデルがかなり大きく感じたんで、一応参考までにということで。アテナ実機を聞いた印象は、収録音では低域が軽くかなり高域にウェイトを置いたチューニングに感じたけど、実機では波形から想像する低域の物足りなさはあまり感じなかった。バスドラやベースの量感があまりないので曖昧さは感じずよく聞き取れる。フロアタムはちょっと量感が足りないかな。ただ他3モデルを聞くとキックやベースの圧の差がかなり大きく、アテナはやはり軽く感じたわ。中域をがっつり落としているから低域が聞こえやすいんでしょ？典型的なドンシャリの形だよね。そうだね。なのでこの大域に含まれる音はやっぱり聞き取りづらい部分はある。中高域2から4キロあたりもあまり出していませんが。そうなんだよな。ボーカルは中心の部分と思える2キロ付近が極端に足りないので厚みがない。それでもある程度前の方に出て聞こえるのは5キロあたりから上を出しているからだろう。視察音を結構感じる。4キロ以上をぐわっと出して10キロ以上も他モデルに比べるとあまり減衰していないので、スネアのスナッピー側の鋭さやハイハットの存在感が際立ってる。でもクラッシュシンバルは正直痛い。高域をかなり出していることもあって改造感、低位感はいいと思う。ただその分聞き疲れは早く来る。個人的にはこれでアルバム1枚聴くのはちょっと厳しいと感じるほど高域がきつかった。でもこれはあくまで個人的な感想なので、感触系で高域の抜け重視の人には合うんだろうと思ったよ。なるほど、特徴ははっきり分かりました。感触系で広域の抜け重視の方向けということなので、気になる方はチェックしてみてくださいね。はい、ということでエンジェルイヤーズオーディオと TFZ のコラボモデルアテナのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。